DIY の電動工具はこれ。今回は前回紹介しましたこのダブ穴ジグですね。直方体なので、今回はこれをダブ穴ジグに改造します。直方体なのでなんかできそうだと思いましたので。ではこのような形にします。もういろいろできるんですけども、加工する材に合わせてフェンスの厚みをいろいろこう変えて対応するようにしています。ドリルガイドをこのような形のダブ穴ジグにします。そうするとこのような組み方であるとか、このような種組みですね、これもできます。簡単にできますので、今回はこの改造の紹介です。ではこれが使用する材料です。こちらが 9mm 厚の合板ですね、本体になります。でこれが厚さ調整の板です。板材です。 12mm 厚、これが 15mm、 これが 1mm です。プラスチックです。これも 1mm のプラスチックを切り出したものです。でこれはここですね、ここの部分、この部分に入ります。ここです。 2.5mm 厚の何でもいいです。これはベニヤ板です。でこちらは通常のナットでもいいんですけども、これは板ナットにしています。でこれは超ネジですね、超ボルト、超ボルトですね。20mm の M5 で 20mm の長さです。はい、このドリルガイドはここは少し奥まっています。測ると約 2mm なんですけども、ここが奥まっているとこうダブ穴ジグの時にこうガタッとなりますので、こうガタンと落ちますので、ここに板を埋め込みます。これですね、これを習い彫りします。こうですね、両面テープです。こうですね、これを貼ります。これはジグソーで切ってもいいんですけれど、今回はトリマーで加工します。このようになります。今加工したものですね。でこのネジの部分にへこみをつけます。穴を開けます。少しへこませます。これを入れます。これで大体同じ面になりましたね。それでは穴を開けていきます。これで全部開きましたね、今。はい、それではこちらは本体になります。これですね、120×120 です。でこのように裏返してこうなりますね。ここに固定するための穴を開けます。で後から取り外しができるように小ボルトで固定しますので、ここに穴を開けます。2箇所で留めます。こことここで留めますので、ここに中央ですね、穴を開けます。はい、この位置を写し取ります。こうですね、こうです。こうします。こうです。でこうです。こうです。両面テープです。ダブ穴ジグのフェンスになる部品です。大体こうですね。こうです。こことここですね。4ボルトの穴なので M5 ですね。5ミリの穴を開けます。
それではこのドリルガイドは上がこうテーパーになっています。こう細くなっていますので、ここにこれをつけるとこうなりますね。でこうするためにはここに 0.5 ミリのプラスチック板を貼ります。6ミリの幅です。こうですね。こうなりますとここがこうなります。直角です。はい、では仮に組み立てます。こうですね。でここをこうしてこちらから入ってこちらからナットが入りますね。取り外しが簡単にできるようにここに接着剤を充填します。ここに接着剤を入れてこの角ナットを固めておきます。そうすると取りやすくなります。取り外しがやりやすくなりますので、接着剤はこのエポキシ系の接着剤を混ぜて使います。ここですね。今回私はこれはレジン液ですね。ダイソーに売っていますこのレジン液をやります。でこれはもうエポキシよりも効果が早いのでここに流し込むだけですけども、どちらでもいいです。エポキシでもいいですしこちらでも構いません。これはもう流し込むだけなので、このようになります。でこれはもう太陽光線に当てると10分ほどで硬化しますので太陽光線に当てます。6ミリ用のフェンスを作っておきます。これは同じものです。 120×120 で 120mm×120mm です。でこちらは厚みが 15mm の板です。でここは 23mm 開けています。こうなりますね。6mm 用です。実際は 14mm がいいんですけども 14mm 板はありませんので 15mm で代用です。こうですね。ここは 23mm 開いています。 23mm です。でこうですね。こうで乾燥させます。で次ですね、こちらは 12mm のドリル用です。こちらはボンドでは接着できませんので両面テープでやります。ここも23です。23mm 開けてみます。これはもうこれだけです。これで完成です。レジンが乾きましたので、このような状態になります。で取ります。もうこれで中の角ナットは動きませんので取り外しが自由になります。簡単に取り外しができます。この板は 8mm 用ですので厚みが 12mm、 本来は 11mm 厚がいいんですけども 11mm 厚はありませんので代用ですね。 11mm 厚で代用、 12mm 厚のパイン修正剤で代用しています。ボンドで固定します。ここも 23mm 開けています。これで乾燥を待ちます。これでほぼ完成なんですけども、ここですね、中心線を描いていきます。ここに中心線がないと読み取りませんので中心線を描いていきます。ここがここで位置合わせをしますのでここですね。はい、このように中心を取りました。で組み立てていきます。こうですね。このダバーナジグは通常はこのようにして使います。ドリルガイドとして使う場合にはこのようにして使ったりこのように使ったりします。であとドリルガイドダバーナジグの場合はこのように繰り返してこうですね。こうです。でこれも今やりましたのでもう簡単にこれで使えます。これで完成です。今回フェンスは3種類作りました。 12mm 用とこれは 10mm 用、これは 6mm 用ですね。でこれは 8mm 用と 10mm 用の共用です。で中心に穴が開くわけではありません。
片方から測るというダバーナジグですので、中心に焼くわけではありません。で、このログツが8ミリからやってみます。8ミリをやります。で、板を剥ぎます。板を合わせるときにこのようにやりますね。で、一応線を引いて、この線をで位置を測ることになります。このようになります。で、今ここで8ですね。8を位置合わせはこうですね。こう合わせます。こうですね。こう8はここですので、ここで合わせます。穴は1回に1つしか開きませんので、8ミリの場合はここで合わせていきます。次はここですね。次はここです。このように焼いていきます。こちらを分けましたね。こう3個分けました。こうです。で、今度次はこちら側ですね。こちら側もこの字の方、合わせた方を上にしています。このように打っていきます。では今間違えたのを今打ち直しました。ここでした。ここですね。どうでしょう。このような感じですね。こうですね。これはクランプで圧力すればまだ入っていくと思いますけども、こうですね。このくらいですので、このくらいの精度で組み上げることができます。次はこうですね。L 字型に組んでみます。位置合わせを同じ位置に来るように線を引いておきます。こちら側から先にやります。そうして少し浅めに開けるようにしています。やってみます。で、こうですので、こうでしょう。これはうまくいきましたね。これはすごく気持ちよく決まってしまいました。これ気持ちいいですね。すごくいいですね。これは。ここすごくいいですよね。これは十分ですね。これ気持ちよくというか、すごく高精度に組めてしまいました。締めます。同じ板ですね。同じフェンスを使って10ミリを上げてみます。で、これ10ミリです。はい、これが10ミリですね。で、これは中央に開くわけではありませんので、こちら側を基準にして、こちら側がフェンスですので、それで位置合わせをしていきます。10ミリです。8ミリと10ミリはこのフェンスでやっています。で、このフェンスは15ミリのフェンスは6ミリです。これをつけています。で、取り外しが簡単ですので、もうこのように簡単にこれは6ミリ用です。12ミリの板です。これに穴を開けてみます。こうですね。6ミリですね。ほぼ中央ですけども、中央ではないです。こちら側から測ってますので、このように薄い板用ですね。6ミリ、薄い板用の6ミリ用のフェンス、6ミリ用のフェンスです。1ミリのプラスチック板を貼り付けたものです。薄いですよね。このくらい。で、これは厚材、数倍材用です。12ミリです。こうです。これは2倍材用ですので一番大きいですね。12ミリです。
このように上げることができます。このドリルガイドのダブ穴ジグがいいのは、これ棚板を作る場合、このようにやりたい場合ですよね。ここに打つことができます。本来の形がこの形ですので、平面を打つのに適していますので、今 8mm ですけども、ここで合わせられますよね。8です。ここに打ちたい場合、ここがもう8ですので 8mm ですね。ここで合わせられます。でセンターはここで合わせられますよね。センターはここで合わせることができますので、ここですね。ここで合わせられますよね。ですのでこうすれば、こうやれば 8mm の穴が打てます。横幅が 40mm ですので、中心線から20mm のところに線を引いて、そこに端材でいいですよね。板材を置きますと、これをクランプで固定します。するとこうできますよね。もう横の移動だけで合わせて穴を開けていけますよね。こういけます。このようなクランプがあればさらに楽ですよ。このようなクランプで挟み込めばさらに簡単にできますよね。そうですね。はい、これで今3つ打ち出ました。でこうですね、今やったものです。はい、これができますよね。平面に打てるのがいいと思います。では今回は前回紹介しましたこの低価格のドリルガイドをダブ穴ジグに改造しました。低価格の商品ですけども、精度はそこそこにありますので、正確に組めばダブ穴ジグとして機能します。特に平面が打てますので非常にいいですよね。今回はこのドリルガイドをダブ穴ジグにする改造の紹介でした。ありがとうございました。